カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第10位はユニバーシティオブオクラハマスーナーズです。スタジアムはゲイロードファミリーオクラホマメモリアルスタジアム。1923年に開場。当時はわずか500人ほどのスタンドがあっただけ。1925年に1万6000人に拡張。1949年には5万5000人に。1975年に収容は7万人を超えました。現在の収容は8万126人です。会場からずっと天然芝でしたが、1970年には人工芝のアストロターフが採用。1994年に天然芝に戻りました。コンサートでも何度か使用されています。1997年にローリングストーンズが、2009年に U2、2013年には地元出身のトビー・キースが主催したオクラホマツイスターリリーフコンサートが行われています。映像のビルはフットボールチームのヘッドクォーター、バリー・スイッツァーセンター。ツアーもあり、料金は$50です。昨年シーズンのプレーオフはファーストラウンドでアラバマ大と対戦し敗退でした。映像はぐぐっと上昇。大学のキャンパスはこんな感じです。カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第9位はユニバーシティオブミシシッピオールミスレベルズ。スタジアムはボートヘミングウェイスタジアム。1915年に収容2万4000人で開場。拡張を続け、1950年に3万人台に、1970年代に4万人台に、1998年に5万人以上となりました。現在の収容は6万4038人です。会場からずっと天然芝でしたが、1970年には人工芝のアストロターフが採用。その後に天然芝に戻り、また人工芝に。2016年のスタジアム改修から天然芝です。2016年の改修は 43.5 ミリオンのビッグプロジェクト。北側の席を新しく作り直してぐるりと一周つながるスタジアムになりました。コンサートでも何度か使用されています。2023年にモーガン・オレンがコンサートを行っています。オールミスレベルズの2025年はプレイオフファーストラウンドでテュレーンに勝利、クォーターファイナルでジョージア大に勝利、セミファイナルでマイアミ大に敗れました。ヘッドコーチは昨年11月に守備コーディネーターからヘッドコーチに昇格したピート・ゴールディング。実質的に今季が初のヘッド職とも言えます。カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第8位はテキサス A&M アギーズ。日本ではしばしテキサス農工大学と表記されています。大学の愛称アギーズはアグリカルチャーという単語由来です。カイルフィールドは1905年収容わずか500人で開場。1929年までには収容は3万人まで拡張。1967年におよそ5万、1980年におよそ7万、2013年に始まった拡張工事で収容10万を超えました。現在の収容は10万2733人。アメリカで4番目に大きなスタジアムです。フットボール以外のイベントでは、サッカーでは、2026年、アルゼンチン対ホンジュラスの親善試合に、メッシ欠場でしたが9万人の観衆が。コンサートでは、2024年、カントリー歌手のジョージ・ストレイトが11万以上の観衆を集め、アメリカの有料コンサートの当時の最多観客動員数を記録、話題になりました。昨年シーズンはプレイオフファーストラウンドでマイアミ大フロリダに敗戦でした。カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第7位はユニバーシティオブマイアミハリケーンズ。使用スタジアムはハードロックスタジアム。
NFL のマイアミドルフィンズもホームとして使用。どうやらテニスの大会用のモードになっています。テニスのマイアミオープンもこちらで開催。ハードロックスタジアムは1987年開場。収容は7万人ですが、アメリカンフットボールの試合では6万4000人です。マイアミハリケーンズは1937年から2007年までマイアミオレンジボールをホームとしていましたが、老朽化で2008年1月26日で閉鎖、同年5月14日に解体されました。2008年シーズンよりハードロックスタジアムをホームにしています。2026年のサッカーワールドカップでも使用されました。なお、1996年のアトランタオリンピックでのサッカー競技、日本代表がブラジル代表を撃破、マイアミの奇跡と呼ばれていますが、このスタジアムでなく、すでに取り壊されてしまったマイアミオレンジボールでの試合です。スタジアム周辺はサーキット場、2022年にオープンしたマイアミインターナショナルオートドロームです。F1 マイアミグランプリが毎年5月に開催されています。スタジアムの周辺を回る、すごいコースですね。カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第6位は、インディアナユニバーシティ、インディアナフージャーズです。スタジアムはメモリアルスタジアム。Google Earth の撮影が、どうやらスタジアムが卒業式のための準備中だったようですね。メモリアルスタジアムは、1960年に収容48,344人で開場、その後何度かの改修があり、現在は収容53,082人。開場から10シーズンは天然芝でしたが、以降は4シーズンだけ天然芝だったことはありますが、ずっと人工芝のスタジアムです。長らくフィールドターフ、2025年からはマトリックスヘリックスとなっています。1986年のこの場所でジョン・クーガー・メレンキャンプがライブ、以降商業コンサートはありませんでしたが、2024年にカントリー歌手のケイン・ブラウンのコンサートが行われ、およそ38年ぶりのコンサート開催で話題になりました。スタジアムの西口エントランスには、第二次世界大戦で日本の硫黄島、沖縄戦にも参加した USS インディアナのマスト、ブロウの実物が記念碑として置かれています。西口から南口、そして上空高く上がります。キャンパスはこんな感じです。カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第5位は、ユニバーシティ・オブ・テキサス、テキサス・ロング・ホーンズです。ホームスタジアムは収容人数10万119人、アメリカで7番目に大きなスタジアム。ダレル・ケイ・ロイヤル・テキサス・メモリアル・スタジアムです。正面に見える巨大なスクリーンは横およそ40メートル、高さおよそ17メートル、ゴジラトロンと呼ばれています。メモリアルスタジアムは1924年にオープン。当時収容は2万7000人収容。2年後の増築で早くも4万人収容に、1960年代には6万人以上の収容に、2000年頃は8万人収容、2009年に10万以上の収容となりました。テキサス州知事の就任式や卒業式での使用はありますが、コマーシャルイベントでの使用はほぼなく、コンサート開催は1974年に GG トップがメインとなったロックフェス、1995年にイーグルスの2回しかコンサート開催はありません。2階席がえらい絶壁みたいに見えますが、実際に絶壁でアメリカで最も急勾配なスタジアムの一つと言われています。上の方の座席だと急な階段のため下半身強化のトレーニングになります。その分フィールドに近いので臨場感は上の方でも抜群だそうです。カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第4位は、ユニバーシティ・オブ・ノートルダム、ノートルダム・ファイティング・アイリッシュです。
ホームスタジアムはノートルダムスタジアム。1930年に収容およそ5万4千人で開場しました。1994年から1997年の大改修で8万人以上の収容に。現在の収容は7万7622人です。開場の1930年から2013年まで天然芝でしたが、2014年から人工芝になっています。スタジアムには開場してから今まで一貫して広告の看板、企業のロゴなどが登場したことはありません。照明設備の設置も1997年でした。1930年に開場した当時の雰囲気のままでの試合観戦ができるクラシックスタジアムです。スタジアムの東西、南に8階建ての建物が3つ、これは2014年から2018年の間に建てられた新しい建物です。近年コンサート開催が増えています。2018年、ガースブルックスがこのスタジアムで初コンサート。以降ビリー・ジョエル、ザック・ブライアン、ルーク・コムズのコンサートが行われました。2026年9月には AC/DC のコンサートが予定されています。カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第3位はユニバーシティ・オブ・ジョージア、ジョージア・ブルドッグスです。ホームスタジアムはサンフォードスタジアム。1929年に収容2万9000人で開場しました。1964年の改修で4万人台に。1987年の改修で2層のスタンドになり5万9000人に。1981年には8万人以上収容に拡張。2004年、ついに収容人数9万を突破しました。フィールドを生垣が囲んでいることからビトゥイーン・ザ・ヘッジという言葉があります。もともとはファンがグラウンドに乱入するのを防ぐために1929年の開場時に植えられたものです。フィールドは開場当時から一度も人工芝になったことはなく、ずっと天然芝です。観客の歓声や騒音が逃げにくいため、内部で反響、クラウドノイズは大きくなることで知られています。アメリカンフットボール以外のイベントでは、1996年に行われたアトランタオリンピックのサッカー競技、決勝の会場として使用されました。オープンから長らくコンサート開催はありませんでしたが、2013年にジェイソン・アルディーンがこのスタジアムでの初めてのコンサートを開催しました。カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第2位はユニバーシティ・オブ・オレゴン、オレゴンダックスです。ホームスタジアムはオーツェンスタジアムです。1967年の開場、当時の収容人数は5万4000人でした。現在は立ち見席が加えられ6万人の収容。あまり大きなスタジアムとは言えませんが、クラウドノイズの激しさは知られています。観客席がフィールドに近く、またすり鉢状の建築構造により、観衆の声援が上からフィールドにたまるためと言われています。オーツェンバウンスと呼ばれています。フィールドはオープンから数年は天然芝でしたが、以降はずっと人工芝です。そういえば、ジョン・ベルー氏の映画「アニマルハウス」はオレゴン大学で撮影が行われました。第3クォーター終了時、映画に使用された名曲シャウトの大合唱が名物です。コンサートの開催は多いです。1971年にはドゥービー・ブラザースが初開催。以降、メタリカ、グレイトフル・デッド、ボブ・ディラン、U2、ガース・ブルックスなど、さまざまなジャンルのアーティストがコンサートを行っています。カレッジフットボールアソシエイテッドプレスのプレシーズンランキング第1位はオハイオステイトユニバーシティオハイオステイトバックアイズ。ホームスタジアムはオハイオスタジアムです。収容10万2780人。アメリカで3番目に大きなスタジアム。スタジアムは
馬の蹄鉄に似ているデザインでホースシューのニックネームもあります。1922年に6万6000の巨大スタジアムとして開場しました。当時コンクリートの建築物としては世界最大でした。1948年にはおよそ7万9000人に拡張、2001年に10万人以上に拡張されました。天然芝だった時代もありますが、現在は人工芝です。長らく照明設備がないためナイトゲームの場合、臨時の照明設備で試合を行っていましたが、2014年の改修で照明設備が常備設置されました。バックアイズの試合以外では、メジャーリーグサッカーのコロンバス、クルーが3シーズンホームに、2026年5月20日、ブルーノマーズのコンサートに10万2000人もの観衆が集まりました。他、メタリカ、ピンク・フロイドなどがこのスタジアムでコンサートを行っています。アイスホッケーの開催もあり、2025年、地元コロンバスブルージャケッツとデトロイト・レッドウィングスの試合は9万人を動員しています。